はい、こんにちは、梅野です。本日は睡蓮の写真を撮っていきたいと思います。はい、高知県で、睡蓮の写真といえばここモネの庭になっておりまして、今回は望遠レンズを使って撮っていきますので、多分ワンパターンの写真にはなるんですけれども、できるだけ綺麗に撮っていきたいと思います。はい、あそこに、黄色というかクリーム色の睡蓮の花がありますので、そこを日の丸構図でシンプルに撮っていきたいと思います。今日は風があんまりありませんので、水面にリフレクションしていますので、お花本体とリフレクション含めて日の丸構図で撮っていきます。で、白系のお花は結構光を反射してくれまして、露出とか下げることでぼんやり明るい写真にすることができますので、今回はハイライト重点速光とか使って撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。今回使うレンズは開放 F 値は 4.5 になってまして、それに 1.4 倍のテレコンつけてますので F6.3 が開放 F 値になっています。で、そのまま開放 F 値の 6.3 に設定しまして、シャッタースピードが実際の方に向けると640分の1秒出ております。で、焦点距離も 560mm になりますので、ISO感度125にしてちょっとシャッタースピードを出してます。で、露出プラマイゼロのハイライト重点速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。シンプルに日の丸構図を使いまして、でリフレクションの部分も含めてちょっとど真ん中になるような配置で撮ってみました。で、ハイライト重点速光を使ったのと露出マイナス 1.0 になってますので、周りは暗くてお花本体は明るいんですけれども、白いお花やと暗く撮った時にぼんやり明るくなりまして、ちょっと優しい光に変わりますので、今回はそういう設定で撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次は遠くのところに咲いてるこの辺に、咲いてるんですけれども、こういうなんていうかな、土佐弁やとつばかっちゅうっていうんですけど、ぽちゃってなってるやつじゃなくて、水面からチューリップみたいに出ている睡蓮がありますので、それを撮っていきます。で、高さがあるのと、で下側にちょっとリフレクションしてますので、それを縦構図で切り取って3分割の左側の縦のラインのところにお花本体とリフレクション含めて、横は2分割構図を使って撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここも開放 F 値の 6.3 に設定しまして、シャッタースピードは、さっき1000分の1秒出ておりました。その場合は ISO 感度100で OK になりまして、露出はプラマイゼロのマルチパターン速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。お花とリフレクションは含めて撮りまして、含めて撮るために3分割構図の縦構図を使って撮っています。で、お花とリフレクションのこの縦は2分割構図を入れて撮りましたので、バランスよくシンメトリーな写真になったんじゃないかなと思います。で、完全にリフレクションしているタイミングを狙ってもよかったんですけれども、ちょっと風が吹いた時にこの水の波っていうんですかね、波紋っていうのか、そういうの方がなんかいい感じに感じたので、完全なリフレクションじゃなくてちょっと風が吹いた瞬間を狙って撮ってみました。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここから撮っていきます。目の前にピンクの睡蓮がありますので、あれをまたシンプルに日の丸構図を使って撮っていくんですけれども、今回はカメラの位置をだいぶ下に下げて撮りまして、水面ほどじゃないんですけれども、水面に近い角度から狙って撮っていきます。そうすることでまたさっきとは写真の印象が変わってきますので、今回はローアングルから睡蓮を狙って撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。睡蓮の手前にある丸い葉っぱをボケさせたいので、ここも開放 F 値の 6.3 に設定しました。で、シャッタースピードは実際のところに向けて、640分の1秒になってます。で、そのスピードを出すために、ISO感度今オートにしてるんですけど、ISO320 になっております。
露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。先ほどまでの、立った状態から撮ってる写真に比べてローアングルから撮ることで、写真の雰囲気が変わったのがわかるかと思います。富士開放にしたことで睡蓮の手前にあった緑の丸い葉っぱはボケて、前ボケみたいになりまして、でお花睡蓮にピントがしっかりあって、背景は、この後ろの岩が反射して白くなってますので、いろいろ色の良さも入りつつ前ボケ背景のボケと出まして、日の丸ポーズとシンプルなんですけれども、立体感があるような写真になったんじゃないかなと思います。はい、次ここから撮っていきます。奥の方に、オーソドックスな白い睡蓮の花がありますので、それをまた日の丸ポーズで撮っていきたいと思います。でさっきはクリーム色の、1枚目ですね。1枚目はクリーム色の睡蓮でしたけれども、ここは完全な白色の睡蓮になりますので、ここもハイライト重点速攻と露出を落として撮ることで、周りを暗くして睡蓮のところだけぼんやりと明るい写真にしていこうと思います。で構図はもうシンプルに日の丸構図になってます。はい、カメラの設定していきます。今回は睡蓮の花しっかりピント合わせたいので F 値10まで絞って撮っていきます。でこの場合で、ISO感度はもうオートにしてまして、1000分の1秒出すために ISO がだいたい560になってます。露出はマイナス 1.0 のハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。今撮って見てる分にはちょっと暗すぎてどんな写真かわかんないんですけど、露出を下げてハイライト重点速攻にしたことで周りのところはもう暗くなりまして、光が当たっていて、光がつけやすい白色の睡蓮はぼんやりと明るい写真になってます。で構図は日の丸構図でシンプルにしてまして、あとはレタッチで、どういう写真するかになってくるんですけれども、一番見せたいのは睡蓮のぼんやり明るいつけた花びらですので、そこを強調するようなレタッチにすると、いい写真になるんじゃないかなと思います。はい、本日は睡蓮の写真を撮りに来ておりました。初めに言った通りちょっとワンパターンな写真にはなってきたんですけれども、綺麗に撮れたんじゃないかなと思います。ちょっとシーズン早かったんでいっぱいは咲いてなかったんですけれども、またこれからいろんなところで咲くと思いますので撮りに行ってみてください。それでは今日この辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。